夢日記。球場でキャンプ。今回の夢は津波を連想させる表現があります。ご注意ください。気がつくと自分はどこかの野球場のグラウンドにいた。そこでは抽選に選ばれた家族がグラウンドにテントを張って1日グランピング体験が行われていた。野球場の中でのキャンプという珍しい体験を各家族はおのおのに楽しんでいたが、午後になると雲行きが怪しくなってきて徐々に雨が降り出してきた。雨足はだんだんと強くなりだしてテントの中にまで浸水し始めたので、各家族はベンチに避難することにした。子供たちはベンチの椅子に座って滝のような雨を見て喜んでいて、大人たちはベンチの奥にあるコンクリートに囲まれた空間で雨をしのいでいた。1時間程度経っても雨は弱まる気配を見せるどころか、さらに勢いを増してきて、大人たちの間でもう今日のキャンプは諦めようという雰囲気になった頃、巨大な水の塊が濁流となって流れ込んできて、ベンチにいた子供たちをさらっていった。親たちは子供たちを追いかけてベンチの方へ駆け出したが、さらに大きな水の塊が叩きつけるように流れ込んできて、自分は意識を失った。次に気がつくと自分はホテルの一室にいた。そこは教室を2つつなげたぐらいの大きな部屋で、大学デビューを果たしたと思われる男たちが5人ぐらいいた。彼らは一体何がそんなに面白いのか、よくわからないことをして芸人さながらに大げさに大爆笑していた。自分は眠かったし、こんなアホなことには付き合いきれないので、キングサイズのベッドを独占して眠ることにした。次に夢の中で目が覚めると、大学生たちのアホアピール合戦は終わったのか、みんな静かに寝静まっていて、自分はまだ青ぐらい早朝の部屋で帰り支度を始めた。するといつの間にか電車に乗っていて、ちょうどどこかの駅で停車しているところだった。自分は無遊病のようになんとなく電車から降りると階段を上り、上野駅のような駅舎の改札をくぐろうとした。その瞬間、荷物を電車の中に置き忘れたことに気がついて、急いで先ほどのホームまで走った。残りの階段があと10段ぐらいのところで発車のベルが鳴り出して、さらに急いで駆け下りたが、自分がホームに足をつけた時にはドアは閉まってしまっていた。しかし、たまにある完全に閉まった後に気まぐれでもう一回開くパターンに当たり、その瞬間に電車の中に飛び込むことができた。自分が座っていた車両は乗り込んだ車両とは違っていたので、ぜいぜいと息を切らしながら前の車両へと歩いていくと、10人ぐらいの若い東南アジア人の男が自分のバッグを囲んでいた。自分はそいつらを睨みながらバッグに手をかけた瞬間に目が覚めました。最後まで見てくれてありがとう。また見てね。チャンネル登録お願いします。